今回のテーマは、ゲルトルードはなぜ王妃の聖女なのか、そして彼女が天上楼に囚われるに至った政治的背景について考察します。狂った王とロスリックの派閥争い。賢者たちは何者か。そして二つの国の信仰が交わる場所について、ロスリックはいかにして崩壊していったのか。まずはゲルトルードの素性から探ってみましょう。後の天使の娘、ゲルトルードは王妃の実子であると言われている。普通に考えるなら、ゲルトルードが王妃の実子なら、オスロエス王の実子でもあり、ローリアンやロスリック王子とも兄弟ということになります。ですが、実子であると言われているという言い回しは、どうにも引っかかるものがあります。要は王妃の実子だと噂になっているだけで公表されてはいないのです。そして彼女が王と王妃の子なら、王女の地位についているはずですが、そうはなっておらず、王妃の聖女という役職についています。娘が母に仕えるというのも、なんだか事情がありそうな感じですね。これらの理由をシンプルに考えた結果、私はゲルトルードが王妃の連れ子なのではないか、という結論に至りました。王妃はロスリックに嫁ぐ前に、別の国で子を設けていたということです。そうであれば、ゲルトルードの素性が公表されないのも、母の聖女となったことも、他国の王族に連なる際の事情として捉えられるからです。そして王妃がロスリックに嫁いできた理由ですが、国策である焚木の王を作ることにあったのではないかと思います。祭祀場の玉座の裏にはこんな言葉が書いてあります。決闘の末、ロスリックの聖王。なあ君、使命の意味を知っているかね。5つの玉座に5人の王。それは棺の準備なのだよ。いよいよ陰り、今にも起源とする日を継ぎ、再び世界をつなぐため、最古の棺を再現するために、ダークソウルさんの NPC たちは、弱った世界のために最古の棺を画策しています。そのためにも、グビン王の血縁者である王妃の血が必要だったのでしょう。こうして母と共に、ゲルトルードはロスリックにやってきました。その後王妃はローリアンとロスリックを産み、ゲルトルードは天使の娘となりました。ロスリックという国は、王、王妃、王子の他に、いくつかの組織に分かれています。その中でも重要そうなのが、古くから国を支えるという3つの柱。騎士、祭儀長、賢者。おそらく3つの派閥は独立した意見と相応の権力を持ち、祭りごとの際には王室とともに国の方向性を決定するのだと思われます。例えばこんな風にです。山中は天使信仰を認めず、天上楼にその娘を幽閉する決定をしました。前回私は天使とはフラムトであるという考察をしました。しかし本当にそうであるなら、彼らには天使を拒む理由などないはずです。最古の棺を目論む彼らにとって、フラムトは良き導き手となってくれることでしょう。それに騎士たちは彼女から奇跡の恩恵を受けています。それでも天使が公認されることはない。まずはその理由を手順を追って説明します。騎士はロスリック山中の一つであり、賢者が大職を得て後、祭儀長との結びつきを強めたという。騎士と祭儀長は結託し、共に賢者と敵対しています。そして賢者が大職を得たというのは、単に職を設営したという話ではないはずです。ロスリック大職の秘蔵の書、それは鱗のない白竜、シースの力であり、それに見え、啓蒙を得た老眼の魔術である。
結晶の頃の片割れ、最初の賢者、そして大諸湖の異端。つまり賢者という勢力は魔術的側面がだんだん強くなっていったということです。歴史上、聖職者と魔術師はしばし対立したといいます。おそらくはロスリックでもそうだったのでしょう。そういえばフラムトとシースも仲が悪そうでしたね。そして天使と最も敵対するのもやはり賢者たちだと考えられます。天使と仲が良いかもしれない勢力に彼女を預けるわけもないですからね。では賢者はともかく祭儀長と騎士が天使を公認しなかった理由ですが、その答えはおそらく王にあります。王はロスリックの血の営みに発狂し、大諸湖の異端とつながったという、それは白竜シースの歪んだ信仰だった。あろうことか、棺を志す国の王が狂ってしまったのです。資格者を求めたロスリックの血の営みは、やがて人を外れ、おぞましい所業と出した。まさに棺とは、呪いの道であろう。おぞましい所業について考えたくはないですが、彼らが血筋をコントロールし、焚木の王を得ようとしていたことは確かです。その過程、あるいは成果が彼を発狂させたのでしょう。戦王オスロエスは非常に小煩悩なことで知られています。きっと我が子を苦しめたり、焚きにすることに耐えられなかったのでしょう。彼は大諸湖の異端とつながり、そしてシースに傾倒していった。そして大諸湖ということは、戦王は賢者たちに近いと考えられるのです。シースの結晶の魔術。それは魔術の到達点であり、過去から現在に至るまで数多くの魔術師がこれを求めていました。それはまるでシースへの信仰のように、そして王もまたそれに取りつかれた。つまりは賢者と王は求めるものが同じだったのです。改めて派閥を見てみましょう。総王子、ローリアンとロスリック、本来なら焚きの王となるべき者たちでした。しかし彼らはすべてを遠ざけ、火の終わりを待っていた。そしてロスリック王妃は、オセロットを生み、姿を消したという。であるなら、祭りごとを行うのは、世を追うと賢者、騎士と祭儀長ということになります。そして最高権力者も戦王ということになるでしょう。王子の寝室へと続く橋にも像が並んでいます。が、戦王をかたどったと思われるもの以外は破壊されていますので、王子に近いのもやはり戦王ということでしょうか。ロスリックは2つに分断され、そして世を追うと賢者が組むのなら、もはや山中による決定は意味をなさないでしょう。たとえ意見を割ってみたところで、王が強引にやっちゃうかもですし、特に騎士たちは首をかけて国に仕えるのですから、世を追うに敵意を示せば何を命じられるか分かったものではありません。つまりシースに傾倒する魔術師派閥がフラムトを否定し、聖職者派閥はそれを認めざるを得なかった。故に天使信仰が公認されることはない。以上が私の考えるゲルトルードが天上楼に吊るされた理由です。そしてオスロエスには多くの資格が差し向けられたが、そのことごとくが失敗したといいます。おそらくそれは身内から差し向けられたのでしょう。こうして棺国家ロスリックは内部から崩れていきました。しかしこれは偶然でしょうか。ロスリックの王子も魔術の手ほどきを受けていたようですが、その人物は棺の会議者だったそうです。焚きの王となるべき王子の教育者としては最も不適切な人材でしょう。ちなみに私の知る限り最初の賢者とは彼ですが、どうなんでしょうか。皆さんは誰が最初の賢者だと思いますか。何はともあれロスリック崩壊までの筋道は
どうにも整いすぎている気がします。そもそも賢者たちに本当にロスリックを支える気があったのでしょうか。何者でしょうか。賢者の宿題。かつてそれは賢者を導く灯火であり、また彼らを律する自戒の剣でもあった。故に今でも使用者の魔術を強める効果がある。この武器で使える戦技、導きの灯火はもう一つ別の武器にも設定されています。深みの教徒の持つ聖者の宿題です。共に聖職者であり、魔術師でもある彼ら。服装もどことなく似ていますね。まさか深みの信者たちがロスリックに入り込み賢者になっていたんでしょうか。でもそれはない話でもないのです。深みの聖堂にはエルドリッチの棺桶があります。エルドリッチと共にマクダネルは聖堂を去りましたが、残った司教たちもマクダネルの教えに従い魔術師になっています。なので、ここはイルシールと縁深い場所と思われますが、それだけではありません。深みの聖堂の騎士たちの尾を立て、その表面に黄金で大胆に描かれた天仰ぐ大鳥は、ロスリックの戦王の紋章として知られるものだ。この場所を警備する騎士は、オスロエス王の騎士たちです。つまり彼らは共存しながらこの聖堂を守っています。敵対するはずの両軍勢が、なぜかこの場所では争わない。もちろん、理由があります。深みの聖堂、その大主教の聖意、白教の最高位の証。つまり、深みもまた白教であるということです。この聖堂は、ロスリックとイルシール、互いの信仰が交わる場所なのでしょう。それはつまり、この場所が二つの国を結ぶ連絡橋である可能性を示しています。勝手ながら、動画を前後編に分けさせていただきます。後編は、深みと縁深いイルシール、そしてアノールロンドの考察です。よろしければ高評価とチャンネル登録をして、後編をお待ちいただけると幸いです。